今日まず始められたから OK。はい。時間になりましたので、始めさせていただきます。トレーダーのドロです。よろしくお願いします。今日は11時ジャストに始まることができました。アラートも鳴ってますね。今ちょうど、24時間ライブの方で日経の方が、あと、中国の方も60分でブルが出てますね。シグナルが出てるみたいです。はい。まだこの時間は、ちょっとね、英語表記してないんですけども。またね、まとめて、表記していきたいと思います。24時間ライブの方が、ちょこちょこシグナルを出しているんですけども、ちょっとね、自分の中でスーパートレンドについてのシグナルが、どうなのかなって今シグナル出しながら、値動きを見たりとかね、しています。ちょっとなんか微妙な感じがありますね。これ、シグナルが全部正しいかわからないんですけど、特に24時間ライブの方のローソク足の、1時間足の、ブルとかベアのこの転換、包み足ですね。これについてはね、本当もし、トレードでわからない方とかいたら、ぜひ検証していただきたい、方かと思います。1時間足の、シグナルで出ている、ブルとベアの包み足ですね。多分僕ブルイングとかベアリングとかそんな風に書いてありますので、またそこね、よかったらね、00分の時にね、見ていただくと嬉しいです。はい。今日はね、最初にちょっと実はまた雑談じゃないですけど、今週ね、結構、忙しく過ごしておりまして、でね、私の今どうも、花さんどうも、お疲れ様です。よろしくお願いします。吉目寺さんがいないので、音声大丈夫そうですかねまた教えてくださいね。はい。たまに本当に、わかんない時が、まだ1年やってんのに未だにわかんなくて申し訳ない。はい。ですね、この内容なんですけど、見えますかね？不登校の定義、引きこもりとの違いということで、今日なんでこの話をちょっと最初に持ってきたかというと、もう知ってる方はあれだと思うんですけど、僕も本業というかが、こういう学習支援と言いまして、こういった子も含めたいろんな教育的というかね、結構ね、いろんな子がいるわけです。ここに書いてある通りね。で、今回この新しく、6月になるとね、毎年新しい生徒が希望されている方が、教室にね、足を運んでくるんですね。で、毎年新しい子が来るときにいろいろ面談させていただいたりとか、する中で、今回ね、ちょうどね、この、2人の、生徒がいてですね、ちょうどこの、引きこもりの子と、不登校の子っていうのがいたわけです。これ、なかなかこういう話なかなかできないと思うので、ちょっとね、お話しすると、多分、ほとんどの方は、専門じゃないと思うので、この不登校の子と引きこもりの子って違いってそんなに見分けがつかないと思うんですよね。僕はそう思います。でも、これがですね、ありがとうございます。実は結構、この不登校と引きこもりの子で、定義だけじゃなくて、本当ね、全然違います。ここにいろいろ定義とか書いてあるんですけど、単純に言えば、この、文科省が書いてある不登校と引きこもりの定義は、不登校は本当に学校に何日以上行けないかっていう子ですね。今度こっちが引きこもりの分類ですね。引きこもりの分類については、
趣味とか用事の時だけ外出する。ほとんど家から出ないことを引きこもりと言いますね。要するに、引きこもりとその不登校の違いっていうのは、不登校の子は、外に出れて、学校に行かないっていういろんな理由があって、学校行かないわけですよ。でも全然元気っておかしいですけど、特に人と話すときに引きこもりの子と不登校の子だと、全然違うわけです。で、今回ですね、僕も何人ぐらいかな。今まで過去に何十人と、不登校の子についてはいろいろ対応させていただいたりとか、昨日も、中学生の子とかに、こういう進路があるよとか、情報を流したりね、して、またよかったら進路指導とかあるからアドバイスでいろいろ話しようね、みたいなことで、普通に話すことが全然できるわけです。特に1対1だと。そう。これがですね、引きこもりの子だと、正直言うとね、もっともう深い、というかもう根深いですよね。学校に対してっていうよりも、ほぼ社会に対して閉鎖的というか、人見知りをもう超えちゃってるんですよ。完全に。不登校でも、そういう、引きこもりに近い子もいるかもしれないんですけど、もう対人関係というのがほとんど難しくて、結局、何が言いたいかというと、集団のところに来てくれただけでも、すごい進歩だと思うんですよ。僕も勉強を教えるところではあるんですけど、来てくれたことで、本当にこれ良かったなと思ってたんですけど、もう、お母さんがそばについてないと当然いけないし、それで、お母さんの顔をずーっと見てて、僕の話をもうほとんど聞いてくれなくてですね、もう帰りたいっていう感じだったので、周りのいる子たちも、これはダメかなっていうふうに見ちゃってて、結局30分ぐらい、お話をして、結局、帰ってしまったというか、本当に僕らの力だとなかなかね、この子たちっていうのを、なんていうのかな、外の世界に連れ出すっていうのは本当に難しいなと思いました。で、これってきっと大人の方もいらっしゃるっていうかね、思うんですよ。だから、まだ中学生とかだと、本当に性格とかも、例えば発達障害の子もいますので、すごくっていうのかな、難しいっていうか、でも、大人になってくるほど、もっと、こじれてるかもしれませんね。もしかしたら。子供の方がまだ親に対して、例えば、信頼関係があるかないかっていうのもありますけど、言うこと聞かないって言いながらも、この間来た子は、結局親に連れ出されて、この教室来てくれたんで、まだ言うこと聞いてくれる方だと思うんですよ。だけど、大人になるとね、これはね、どうやって対処したらいいんだろうと思います。もう本当にドア引きちぎってって、一時期ちょっと見たことあるんですけど、そういう映像を。ドアこじ開けて、オラーっつって入ってる人もいましたしね。いろんな療法があるかもしれませんけども、本当ね、今回、今週体験して、なんだろうね。先生っていう対応だったら何とかしたいなという気持ちがあったんですけど、一個人で帰ってきて、こういう YouTube とかトレードするときには、さすがにちょっとね、げっそりじゃないですけど、考えることありましたね。今週は本当にこういうことをなかなか解決することではないかもしれないんですけど、私たちだけでは。だけど考えてしまっていたっていうか、そういう一週間だったですね。はい。明日ちょっと別の仕事なので、一旦こういったところからまた置いて来週
またちょっと向き合わなきゃいけない。もしかしたらもう、この子来れないかもしれないので、来れない時にはどういうふうに私が、お母さんな児童に声をかけれるかっていうのがね、ちょっと今ポイントになってるかなと思っています。かたや不登校の子は何人かもう教室に来てもらってる子もいるので、学校来れなくても、うちのとこは、気楽に来れるといいねっていう話をして、今日も中3の子でしたけど、中学2年生から学校行ってないもんで、中学校2年生のテキストをやってみようかなっていうことで、やってくれたのですごい、ありがたかったと思っております。本当に難しいですね。僕はこういう子を結構抱えているので、毎年新しい生徒が来るたびに、来てくれです。続けてこれば、絶対改善するんですよ。でもなかなかそこに続くまでにね、時間もかかるなという、そんな感じです。全然トレードの話じゃないですけども、こちらの方がね、僕どちら兼業トレーダーというよりも、主というか、今、こっちの方が主なのでね、はい。専門っていうかね、こっちの方がどちらかというとプロっていうか、かもしれないですけどね。はい。すいません。ちょっと気分をね、ここで話すことで僕もちょっともやもやっとしてたことがあったので、ここで吐き出させてもらってよかったなと思っております。はい。それではですね、今日の、週と、今日内容なんですけども、今日はね、実は僕ちょっと、ダブルトップという題名をさせてもらいました。ダブルトップってよく聞くと思うんですけど、M の形をしたね、トレードで言うと、よく見るもの。ただですね、これ検証しないと、あんまりにも W とか M とか出てくるから、ね、ジグザグでもそうですけど。じゃあ一体このダブルトップとかっていう定義とか、どのあたりをダブルトップって言うんだろうっていうのを、ちょっと、いろんな形でお話をしたり、また検証したりしてみようかなと思っております。今アメリカの相場がね、とても難しいことですので、ちょっと今、アメリカの相場、今日の相場ね、ちょっとしたらまた分析しますけど、それよりもね、今、なかなか長期でいかないといけない、もういい話がどうしても出てこないベア相場ですのでね、それを見つつ、値動きとかをこういう時に楽しんでじゃないけど、勉強したりとかね、していけたらなと思っております。はい。あとね、ちょっといつも紹介させていただいている、新興国の投資のチャンネルの方いらっしゃるんですけど、今回もちょっと面白い新興国のデータ、インドと、ブラジル。僕、割とインドが好きなので、もうインドもまだ持ってますけども、その、ファンダメンタルというか長期の、ことについてとかね、解説をされていたので、それもちょっと紹介していきたいなと思っております。はい。ちょっと、お茶持ってきていいですか？すいません。ギリギリまでね、実は今日ダブルトップのね、なんか検証してて、これ本当にダブルトップかな？これそうなのかなとかちょっとやってて、ギリギリまで。それなんかもうライブになっちゃったので、でも良かったです。はい。すいません。24時間ライブのチャットが英語表記なので、自分的にはもう本当に自己満足じゃないんですけど、英語の勉強もすごいスキルが今上がってるので、助かってるっていうか、なんか変な話ですけど、海外の人に見ていただきたいっていうの思いもあって、ちょっとね、先行しちゃってるとかぶっ飛んでるかもしれませんしね、もうちょっとね、いろいろ改善して、その下の、テロップの下のところが英語まみれなので、ちょっとスペース入れたりとか、また工夫したりとかしようかなと思ってます。またよかったらね、なんか見やすいように、ちょっと本当に複雑なチャート、インジケーターもいろいろ入れてるので、見にくさとかもあるかもしれませんしね。またね、なんか改善できることでどんどんしていきたいなと思っております。はい。それでは、今日の、相場の方をね、簡単に見ていきたいなと思います。こちらですね。
はい。スタートして10時半スタートですけども、本当に今日毎日そのナスダックとかこの S&P がドーンといって上がったりとか、昨日もそうですよね。ドーンといって下がってドーンといったりとか、まさにそのなんかダブルトップみたいな形もしていたりとか、ナスダックは特にね、思いました。サポートレベルでちょっとこう、どう平行というかね、ライン。今ちょうど、ドーンと上がって、ダーンと下がって、またドーンと上がって、今また落ち着いてるということで 1% ぐらいのところを行ったり来たりしてますね。はい。今日また、消費者購買担当指数っていうか、出ますよね。景気の指標というか、またそこでいろいろなると思いますけど、まあ、あんまり期待しない方がいい相場ですよね。ナスダックの方が今のところ0.55%。まあこれ本当にまだ全然わかんないです。マイナスになる半導体がマイナスですので、ハイテクはマイナスですから、何か大型株がちょっと売られたりなんかするとすぐにマイナスに行くと思います。S&P も 0.37。揉み合ってますね。ダウも 0.3 ということで、まあ、おとなしい相場かもしれない。ナスダックを見ると、まだまだボラが高い、激しい相場です。指数は29。なかなかビックスも下がりませんね。見てください。これ今、ビックス。この S&P が 0.37 なのに、恐怖指数が29いって、29のあたりいるんですよ。まだまだ30ぐらいだと結構まだ恐怖なんですよ。ボラテリティが高いということですね。はい。この 0.43 という値だけで見てはダメっていうか、値動きが荒いということは言います。今ちょうどあれですね、ここにドル円とユーロが出てますので、ドル円が135を割ったんですね、ちょっとポーンと。珍しいですね。あと、ユーロも141ということで、まあこのドル円、ユーロともに、ドルが安くなっているという、この2つのチャート似てますよね。ドルが安いということになりますね。こっちユーロ円か。だから円も安くなってるんだ。はい。はい。世界の方を見てみましょう。今日の中国で 1.62 で、まあまあ強いですね。香港も強いっていうか、これ昨日下がってますね。21,200 ですので。まあ、ちょっと今、21,000 のあたりをうろうろしてますね。はい。それからインドですけども、インドもなんかこう、ちょっとボラが今高いです。はい。今日1日でも 0.93 ですけど、一回マイナスに行ってますもん。で、また戻してますもんね。15,000、ですね。まだちょっと、そうですね。15,000のところ。はい。うろうろしてます。すいません。ちょっとなんか押しちゃった。はい。ヨーロッパ、夕方から始まったヨーロッパですけども、ドイツがちょっと良くないですね。12,000 台まで割っちゃいましたね。13,000を。はい。イギリスも7,000切るか。これ、あれですよね。完全にPMI っていうか、ユーロの方出ましたよね。確か。なんか、良くない数字でしたね。後でこれ多分夕方からその数字の影響が出てると思います。まあ、アメリカも影響出てくるだろうな。とにかく下げ相場ですよね。ドイツの 12,900 って結構悪いですよね。12,000 台って最近見ないですね。ユーロが 3,500 切りましたもんね。本当になんか面白くないですよね。トルコ。はいはいはい。ドバイ、サウジ最近ちょっと良かったですね。はい。最近ですけど、今日はマイナスですけど。という状態ですね。はい。コモディティ見ます。こっちコモディティじゃない、こっちだ。はい。コモディティが相場始まっていって、ゴールドが裏転しましたね。これやっぱ、ちょっと株が
売られたりいろいろしてるから、コモディティがちょっと強さを出しています。ただダウ指数は下がってるので、全部が全部っていうわけではないんですけどね。シルバーが、プラマイゼロからちょっと落としてますね。一回こう、シルバーのがやっぱゴールドと見ていただくとわかりますけど、ボラが高いですよね。はい。それから原油が落としましたよね。でも今日も今ちょっと落としてるのか。一回、1時間、2時間前ぐらいですかね。だいぶ良かったですけど、まだ105っていうところで、105。原油の105か。みんなどう思ってんだろう。もうそろそろ原油上がらないかなと思ってますかね。とにかくエクソンモービルとかシェブロンとか株の方がね、エネルギーセクターの方が今下がっているので、会話かどうかっていうふうに見てると思いますね。こちらの原油自体は105って言うと、まあまあなんか買ってもいいような値段ではあるんですけど、はい。まだまだでもアメリカの物価指数が高そうなので、原油ももうちょっと高いってとこ行くような気がしますね。天然ガスはついに 6.6 の位置まで来ましたね。はい。ちょっといろいろ揺れてるみたいですけど、でもここ今ちょうど天然ガスはまだ、これから爆発するかどうかの、今ちょっとエネルギーを貯めているレンジだと思います。どっかの抵抗ラインか何か割ったりすると一気に、どっち向きか行きますのでね。今こう収縮している状態です。はい。あれこれ、おかしくないですこれ。大豆これおかしくないですか？ちょっと 14% 下げてますね。これちょっと待ってくださいね。こっちで見れるんだっけ大豆。ちょっと見ていいですか？大豆の相場がおかしいです。これ、先物だからあれですかね。14% 下げてるってまずないから、先物の窓のことかな？ただこっちの先、大豆も、チャート見ると、1580の抵抗ラインを落としてますね。これすごいですね。今日大豆。すごい。ちょうどこのダブルボトムって今日お見せしようと思ったこのボトムの位置に大豆が来てます。俺珍しいな、この1600切ってんの。相場かなと思ってるんですけど、大豆は。もしかしたらここ、ちょっと注目するといいと思いますね、大豆は。今、ナイフなので下がった。ちょっとボトムになるかなんか見た方がいいと思います。ということは、コーンもこれ結構すごいですね。これ多分先物だからかもしれない。これをちょっとおかしいでも思います。はい。コーンもやーっと落としてますね。小麦もすごいですね。これ今日、最近見ないですね。小麦ちょっと見ますね。こっちのチャートで。珍しい。俺も、ちょっと待ってくださいね。これ1時間足なんですけど、コーンの1時間足でこの7を切ってるのは、相当前だぞ。2月。半年近くだな、これ。すごいですね、これ。でも明らかにテクニカルで、これ、なんか、売られてますね。サポートラインがないとここですね。この 7.2 を切った途端に、ベアになりましたね。コーンと大豆はちょっと、これからちょこちょこ見とくといいと思います。今はダメですけど、面白いと思います。まだ食品業界、原料とかって、そんなに今大量にあれなのかな？大豆とコーンって今生産されてるのかな？はい。初めてなんかベアの見ました。最近。
ちょっと待ってくださいね。冷やしで見ていいですか？お！これ待って、ベア相場になったかな？あ、ちょっと今冷やしで見ますけど、割りましたね。ということは、戻り、高値で、あ、もしかしたらこれ割っちゃったので、やっぱ 7.2 を冷やしでコーンが、ベア相場になったかもしんない。一応目線はここですね。ちょっとまあ簡単に書きましたけど。ここの今、違う。ここが割っちゃってるから、ここですね。ここです。こっちです。戻り高値ここです。7.8。7.8 を上抜けないと、ブル相場じゃないです。この 7.2 を割っちゃったので、今日。売り目線かもしれない。あ、ちょっと、トリプルに見えるな。なるほど。これも、これちょっとすいません。冷やしなので、ここの線が、なんていうの？あれ。これ変えますね。パラメータを変えて、こうですね。3ぐらいにしますか。ほら、ダブルトップって出てきましたね、今。わかりますか？このパラメータを短いスパンにしたときに今このシグナル、今日これを紹介しようと思ってまして、この前言ったダブルボトム、ダブルトップっていうののインジケーターを今日ちょっと紹介しようと思ってたんですよ。早速ちょっとあれと思ったので、今、ちょっとここのインジを短いスパンに変えました。ただダブルトップが出てきましたね。こういう感じです。ダブルトップですね。今日またこれ詳しい話しますね。ダブルトップ出てくる場合はもうちょっとやっぱり下げ相場になる可能性はあります。だけどこのダブルトップを見分けるのが難しかったりするので、いっぱいダブルトップってありそうですのでね。はい。あ、こんにちは。どうも、原油のゲームは終わってる気がします。これから増産が発表されるので、リベンジ消費がどれだけ需要のべきまでなんとも。まあそうですね。長期の原油の適正価格で前なんかちらっとエコノミストとかから聞くと、60とか言うんですよ。60ってと思って、今105じゃないですか。60って思いましたけどね。はい。花さんなんかペケペケペケってなってますね。ダウントレンド。まあ今ちょっとコーンと大豆のことでね、話しました。原因は確かに、むずいですね。もうちょっと見ないとわかんないですね。100切ってきたら、ベアかもしれない。ちょっと一回これで、冷やしで、US オイル見てみましょうか。はい。ちょっとこれ環境認識だけですよ。冷やしの、なんですけど、ギリギリ。ちょっとこれ、設定をパラメータをちょっと表記でしますよ。7。どうしようかな。実はですね、これ今、ここの線見えますか？黒い線。これ、エフェクトなんて言うんですか？初期設定の、この、黒い線、ジグザグ線ですね。これ、初期設定だと10というシグナルなんですね。ここが。で、まあ、いろいろ設定があるんですけど、表記で見るときにこれ10ぐらいに、デフォルトにしています。デフォルトでの見方ですけど、デフォルトではですね、ちょっとここ見てください。ここが 98.23、冷やしですね。98.23 を安値にしています。ここね。
ここ安値にしています。で、安値にしてるんだけども、もし 98.23 を原油が冷やしで割ったら、これがね、こうですね。割ったらですね、98.23 割ったら、この戻り高値という形で、環境的にはみんなは売り目線というふうに見ます。一つのね、形ですよ。市場の冷やしで原油冷やしてみないですけど、長期トレンドの場合ですね。98。うん。ちなみに、こちら、UK の方見てみますね。UK の方は、ちょっと水平ラインでちょっと見ますね。デフォルト10なので、ここですね。直近安値が 101.3。ここですね。ここを割るかどうかですね。はい。UK のが101。で、こうすると、一旦下落目線かもしれないですね。はい。プレビューならシンボル D テイルで65ドルが適正なのかが見れますよ。ああ、そうなんですね。D テイルちょっと入れてみますね。ジャパン、これ、JCC っていうティッカーでいいのかな？ JCC びっくりマークって出てますけど、あ、これじゃないのか。ちょっと待ってくださいね。あ、石橋さんどうも、こんばんは、よろしくお願いします。ちょっと今、ライブで遊んでますっていうかこれなんだろう？このティッカーコード何で当たるんだろう？何ですかね？ディテイルってどこで出るんだろう？シンボル。ディテイルですよね。ちょっとごめんなさい。僕、ディテイルでティッカーコードが出せてないので、またなんかわかれば教えてくださいね。すいませんね。すぐパッと出せなんで。今ちょっとドルで見ちゃったのかな、俺。うん。まあ今ちょっと下落トレンドも出てる状態ですかね。はい。ですね。はい。じゃあちょっと続きいきますよ。今、コモディティまで切ったので、ちょっと仮想通貨見て個別の株も見てきます。そういうことで原油のチェック。原油のチャートのどこかで、フォーメーションマーク的。ああ、本当ですか？他のやつってことかな？どうしよう。ちょっと僕が勉強不足なのか、伝わらなくてわからなくてごめんなさい。このスポットとかそういうティッカーで見るのか、これか、あれですかね。もうちょっと長期で見た方がいいですかね。65って、これ例えばこの US オイルのとこの、オシレータか何かこっちの、あれですかね、なんか、ところを見て、やるんですかね。ではないのか。なんかそういう売られすぎ、買われすぎとか、なんかそういうのの、印字を見たりとか、そういうやつでしたっけ？ここら辺に出てくるやつかなすいません。すいません。僕はちょっと分かってなくてごめんなさい。なんか。はい。どうしよう。ちょっとタイムラグがあるんで、これ、また、言っちゃっていいですかね。ごめんなさいね。仮想通貨ちょっと行きますね。仮想通貨の方が、またちょっと下がっております。まあもう今、もう本当になんか、どっちでもいいやって感じになってきてますけども。ずっとレンジ
から下げのレンジみたいな形になってますね。上がったり下がったりしてるところが、イーサだとまあ、1000ドルのあたり、ビットコインは2万ドルのあたり、2万ドルちょっと超えたぐらいか、って感じですよね。はい。まあ、ちょっと本当によろしくない。当分よろしくないと思います。当分ですね。これ、どれぐらいだろうな。ほんと当分だと思う。もうアメリカの、要は、金余りじゃなくなったので、一気になんか、売られちゃいましたよね。金余りじゃないので。はい。それじゃあ、こちらの方のね、個別株の方、ちょっと今日1時間経ったので、パッと見ていきますね。パフォーマンスの方が、今日今1時間あった S&P500 のヒートマップですが、まあ、ぼちぼちですね、今。あれ今ちょっと上がってる？そうですね、ナスダックがプラス 8.0、そうですね、いいですね。ちょっと上がってますね。特に目立ったところでセクターで見ていくと、半導体は下がって、珍しい。半導体は下がってるけども、大型株はちょいプラス。テスラがちょっとマイナスで、日用品がプラス。コストコ 2.45 もあるんだ。で、ヘルスケアもプラス。金融関係はぼちぼち。でも、マスターカードとビザはプラスだけど、全然あれだわ。銀行はダメだ。はい。みたいですね。エネルギーは、あんまり変わらないですね。という感じ。まあ、赤はあるんだけど、銀行が良くない。でも、言ってたな、銀行よろしくないと。まだまだ評価が高いって。俺もそろそろちょっと銀行株もうちょっとやばいな。はい。と思います。はい。主だったところは特にないですね。はい。今日はまだ、そんなにこう、突起してるとこはないです。世界ちょっと見てみます。そうですね。フォワードカーブのことですね。わかります。なるほど、なるほど。ありましたね。そうですね。僕、CFD のあれを出しちゃってるので、きっとこれ、わかりました、わかりました。あれで出せばいいんだ。どうやってね、なんだっけ。ティッカーコード。先物のティッカーコードをど忘れしちゃった。だね。CL1 か。これか。これなら出てくるはず。ここですよね。はいはいはい。当たりました。ありました。65.1 って書いてありますね。さすがですね。はい。これのことですね。しかもでも、ちょっと、すごい、このフォワードカーブ、2033年ってすごいですね、これ。すごい予想というかなってますね。面白いですね、これ。はい。ここのことですね。ありがとうございます。はい。これのことか、アナリストが言ってたのは。すごい長期ですね、これ。10年、まあそうですね。まあ、どこをきっかけにするかですね。はい。ありがとうございます。ではですね、世界の方ちょっと見てみましょう。世界の方ですね。アリババが 5% 上げてます。珍しい。中国が今日は良かったですね。はい。中国全体的に良かったですね。半導体はちょっとやばかったですね。台湾セミコンダクターがこんだけ 1.88 マイナスでした。それから、ヨーロッパは今日、PMI の関係ユーロのね、あって、マイナスが目立ちます。カナダもあんまり良くないですね。逆にいいとこ探すっていうと中国が目立ってますね。はい。南アフリカも、ブラジルもそうでもないですね。
インドも、インドまだいいですね。はい。はい。今日ですね、特集の1回目ですけども、新興国のね、ことについて、このインドと、それからブラジルのことについて、ちょっとお話をね、していこうかなと思います。はい。それではですね、ちょっとこれ、また戻しまして、重りもちょっと消しまして、今日は、まず第1弾が、あれごめんなさいね。これ、俺が出てる。進行。違うわ。もう出したんだ。ごめんなさい。ここじゃないわ。これだ。これですね、これですね。はい。いつもお世話になっております、新興国株チャンネルの、方ですけども、もうこの方もまだ800人ですけど、ここにたまになんか、書くんですよ。なんか俺の声が聞こえてる。このコミュニティのところから、ごめんなさい。多分これ、ちょっとお待ちくださいね。これ前の。俺のライブが聞こえてきたらびっくりしちゃった、今。すいません。誤作動しました。はい。こっちだ。すいません。こちらの方、登録者数が800で、もう、多分、1000駆け抜ければ本当にもう気楽ですので、ぜひ今回も紹介させてくださいということで、お願いしたら心よく受けた次第です。ではちょっと6分ぐらいですけどね、途中でなんか解説入れつつ、ちょっと話を聞いていただけたらと思います。お願いします。新興国株投資チャンネル。このチャンネルでは新興国株を中心に解説し、米国株や日本株だけではない世界中の投資商品を紹介します。すいません。大好きなので、新興国が。投資の幅が広がります。今後数年かけて先進国から新興国への時代に変わっていきます。時代に乗り遅れないように、ポートフォリオを組み直し、より大きなリターンを作ることがこのチャンネルの目的です。よろしければチャンネル登録お願いします。今日はブラジル株とインド株を比較していきたいと思います。今回動画でインドとブラジルの株価の推移だったりとか、あとは今後のですね、人口だったり GDP の成長率だったり、マクロ経済も含めて徹底的にインドとブラジルを比較していきたいと思いますので、よろしくお願いします。ブラジル株とインド株の過去の株価の動きを比較していきます。前提条件としまして、ブラジルの代表的な ETF の EWZ とインドの ETF の INDA の2つを比較していきます。ブラジルとインドを比較する上で、この2つを選んだのは、それぞれの ETF が両方とも米ドル建てだということです。2つの株価の推移を比較していきます。まずですね、ブラジルの EWZ、インドの INDAの比較で5年で比較するとこのようなチャートになります。1年で見るとこのような形になります。5年の方はですね、ブラジルの EWZ の方がマイナス 6.51%、INDA のインドの方がプラス 37.78%、1年で見るとブラジルがマイナス 2.93%、インドがプラスの 8.76%、1年と5年で見ると、両方ともインドの方が高いリターンを出しているということになります。本当便利な世の中になりましたよね。年初来で比較しますと、ブラジルがですね、大きく上昇しておりまして、プラスの 27%、インドの方がマイナス 5.11% と、こちらブラジルが優勢となっています。これはですね、ブラジルの PER が非常に低かった点、10年前だったらなんか騙されてるのかなと思っちゃったり昨今のウクライナショックで商品価格が上昇しているという、非常に恩恵を受けているということになります。これは別の動画でも解説していますので、よろしければご覧ください。続いてですけれども、国単位で見たときに、インドとブラジルの今後の成長比較としていきたいんですけれども、まずですね、GDP の比較をしていきたいと思います。こちらがですね、インドとブラジルの2050年までの GDP の予測になります。2014年時点の GDP はブラジルが3兆730億米ドル、インドが7兆2770億ドル、で、2030年だとブラジルが4兆9960億ドル、で、インドが17兆1381億ドル。これが2050年になるとブラジルが9兆1640億ドル、インドが42兆2050億ドル。2050年になるとブラジルが世界第5位で、インドが世界第2位になっていると予測されています。なのでですね、どちらも経済大国になることはほぼ間違いないんですけれども、国全体の GDP でいくと、2050年はインドがブラジルの 4.6 倍程度になるということ。これは人口が多いので当然大きくなるんですけれども、今度はですね、成長率、割合で今度見ていきたいと思います。2050年までの平均 GDP の成長率がこちらになります。どんな世界が待ってるんでしょうかね、ブラジルが 3.0% ということで、インドの方がですね、1.5 倍程度のスピードで成長していくというふうに見込まれています。続いて1人当たりの
GDP 成長率を比較していきたいんですけれども、2050年までに1人当たりの GDP 成長率がこちらになります。インドが 4.2%、ブラジルが 2.6% ということで、1人当たりに換算してもですね、インド非常に人口増加しますが、1人当たりでもインドの方が GDP が多いということになります。1人当たりの GDP は、今日時点ではインドよりブラジルの方が高くなっています。ブラジルが8796ドル、インドはわずかですね、2200ドル程度なので、ブラジルの方が高いということになります。続いて人口の比較です。2050年の人口予測がこちらになります。インドが 15.3 億人、現在 13.8 億人なので、増加率が 10.8%。インドは中国で、ブラジルが 2.4 億人で、現在が 2.1 億人なので、増加率が 14.2% ということになります。続いて国内の証券取引所の時価総額を比較します。2020年、ブラジルが9880億ドル、で、インドが2兆2000億ドルと、こちらもインドの方が2倍近くあるということになります。続いて、証券取引所の銘柄数ですね。これストップ。これ知ってました？僕全然知らなかったですけど、この、インドとブラジルの証券取引所の銘柄数が、ブラジルが345に対して、インド7800ってどんだけ多いんだと思いました。どういう株がインドで回ってるんですかね。全く情報が入らないから、わからないですよね。インドの株って全然わかんないですね。全体の指数しかわかんないから。はい。ちょっと続きいきますね。20年、ブラジルが345銘柄、インドが7800銘柄というかなり大きい違いになってきますね。25倍ぐらい違うと思います。インド VS ブラジルの比較表がこちらということで、本日紹介した各項目でのインドとブラジルの比較表がこちらになります。すべての項目でインドがブラジルに勝っています。人口もですね、爆発的に伸びますが、それに負けないほどのですね、一人当たりの GDP の成長率も見込めるというのがインドになります。ブラジルはですね、資源に頼ってる点、インドほどの人口ボーナスが見込めないという点で、経済成長という意味ではインドの方が優勢と言えるかもしれません。でもインド投資もリスクがある。過去のですね、歴史を見ると人口が多いだけではいけないんですね。それあたりの GDP は、今日時点ではインドよりブラジルの方が高くなっています。2020年時点ですと、ブラジルが8796ドル、インドはわずかですね、2200ドル程度なので、ブラジルの方が高いということになります。人口が増えてもですね、経済成長がなければ、一人当たりの GDP は減ります。つまりですね、貧困層が増えてしまって、むしろ経済にとってはマイナスとなる可能性もあります。実際過去にですね、インドは同じ経験をしています。その動画はですね、別でも解説しています。ちなみに一般的な新興国の経済指標として、一人当たりの GDP が1000ドルを超えると、レストランなどの外食産業が発達しています。人口が増えても3000ドル以上になると、車やバイクを人々が購入し始め、銀行のローンなども組めるようになります。1万ドルを超えると、旅行や市民などの娯楽にお金を費やすようになるので、一人当たりの GDP はですね、国民の生活水準を測る上で、非常に重要な指標になりまして、企業収益にも大きく関わってきますので、とても重要です。インドでは都心部と農村部での格差が非常に大きく、ムンバイの一人当たりの GDP はすでに5328ドル程度、でデリーではすでに4311ドル程度ということで、インド全体の2200ドルの GDP とは2倍から3倍の格差があります。今後この格差を減らしていき、中間所得層を増やせるかがインドの成長の鍵になるかもしれません。このチャンネルでは新興国株の情報をタイムリーにお伝えしています。様々な国のはい、ありがとうございます。ということで、簡単に言うとですね、長期投資におすすめなのは、この今のインドかブラジルかって言われたら、インドではないかなっていうお話だったと思います。ブラジルも面白いんですけど、ブラジルが、隣のチリとか、あっちのアルゼンチンとかもそうなんですけど、資源とかコーヒーとか、そういうものに頼っている。確かにインド綿花とかコットンですね。このあたりとかもすごい大きいですけど、やっぱり全体的に、インドってまだまだ、なんていうかな、新興国の中でも人口は多い割に、なんて言うんでしょう。GDP がこれから増えてくだろうなっていう感じはしている国ですよね。ブラジルだったっけ？チリだったかな？チリってなんか100年前、ブエノスアイレスかどっかはすごく株式市場賑わってた時代があったみたいですね。1900年ぐらいって言ってましたね。なんか資料で見たことがあって。はい。南米は、
成長はするんだろうけど、まだまだその産業とかいう形においては、インドの方が産業発展するんではないかな。これ感覚的に東南アジアとちょっと近いような感覚ですけどね。そういうふうに思っております。なので、これは別におすすめっていうか、好き嫌いがありますので、僕はインドと中国と東南アジアの新興国は必ずポートフォリオの一部に入れています。はい。僕多分珍しいと思います。イデコで、言いましたっけ？イデコで僕新興国三菱 UFJ のEMAXIS SLIM の新興国株式。これを積み立ててるのでおらんじゃない？ほとんどの人多分 S&P か全世界株式で積み立ててるのに分散してひたひたと新興国。でもしかもこの EMAXIS SLIM の新興国株式のインドとブラジルってまだポートフォリオの中の4位と5位なんですよね。確かこのポートフォリオが一番割合が中国で、2番が台湾。台湾は台湾セミコンダクターの時価総額が高すぎちゃってるので。で、3番が韓国。どちらかというと、その新興国の、中国、韓国、台湾のハイテク企業が時価総額高いので、そこに投資しちゃってるから、もうインドとブラジルってまだまだその時価総額がそこまで高くないから全体に。ポートフォリオの中だと 10% あるかなとか、そんなぐらいだったと思います。ブラジルも5番手で。だからここが、どんどんそのポートフォリオが、ETF でね、変わってきて、中国、インドが、ポートフォリオが時価総額上がってきて、すごく力をつけてくると、この新興国株っていうのの、ウエイトも変わってくるんではないかなと僕は思ってます。それちょっと楽しみに。インドが中国とかと肩並べたりとかね、時価総額が高くなってくることをすごく楽しみにしております。30年も、ちょうどそれが良かったなと思えるのが30年後かわかんないですけど、しんどるかもしれんし。でも期待できる方がいいんですよ。日本で30年後どうなってるかって投資してるより、インドで30年後どうなってるかなって期待してた方が、やっぱ好きなんですよね。皆さんはそういうちょっと変わった、変わったっていうか、とか投資したりとかしてる方いたらね、また教えてくださいね。はい。僕は割とS&P 全突っ込みってやってほっといているより、こういうのちょこちょこ見て、楽しんでる人っていうか、そうですね。投資を楽しんでるというか、結果は出た方がいいんだろうけど、インドが戦争でやられちゃったら終わるかもしれないし、わからないですね。はい。それはそれでしょうがないかなと思います。ロシアに投資してる人だってね、いましたしね。ロシアに投資してたらもう銀行とかこの間吹っ飛びましたからね。一気に。取引停止になったりとかね。ほんとわかんないですね。戦争があるともほんとわかんないですね。内戦とか、政治リスクがあると一気に飛びますからね。はい。ということでした。ありがとうございます。それではですね、今日の第2弾ですね。今日の本題のダブルトップ。一気に、長期から短期に話が変わりましたけども、値動きについてね、毎回値動きについては何かしら、今ちょうどね、24時間ライブでいろんなインジケーターを出して、ちょっと待ってください。今ちょっと天然ガスがおかしなことになってます。ちょっといいですか？今、俺24時間の方ライブで見たら天然ガスがえらいことになってました。収縮して、こっちで見てもわかるか。ライブですね。ほれ！ダーンと落としました。収縮して、ドターンといける。6.2 まで来ましたね。天然ガスが。こっちのチャートで見ます。こっちより、ちょっと待ってくださいね。
ガス見ます。15分見ます。1時間でいいや。おー、すごい。ちょうどリアルタイムでダブルトップが出てます。見えますかね？はい。今ちょうど、さっき30分前にはこうなってませんでしたけど、一気に、6.56 を切ったあたり、このサポートラインを切ったあたりからズドーンと行きましたね。これ。で、しっかり見えます？ダブルトップってシグナルが出てます。待ってくださいね。15分だと出てないな。1時間してみ。はい。今回ですね、このダブルトップのインジケーターまた紹介するんですけど、僕の24時間ライブでは、このダブルトップとかダブルボトムのインジケーターは5分足の方につけています。またよかったら見てください。この赤いやつダブルトップって出て、結構大きい値で出してますので、まあ何が効くかはわからないんですけど、一つの目安としてね、出てます。ただ、こうやって出した方が、こういうのダブルトップって言うんだっていうことを、まず、デフォルトでもいいので、インジケーターで入れとくと、そこから、自分で見てるのはダブルトップじゃないのかな。で、例えば、インジケーターいろいろいじってみて、これだったら効いてるなとか、そういう風にね、インジケーターを入れて、ちょっとやられると、すごい勉強になるかなと思います。はい。ダブル、これで、ちなみに今、ダブルボトムが出て、ここ出てますね。でもこれ見てください。このダブルボトム。ダブルボトムってボトムして上がっていくのにこれ下がってますよね。これ。ズドーンって。だからもう全部が正しいわけじゃないです。こうやって、本当にこれダブルボトムなの？ね。こうやって見ていくことが大事です。とにかくインジケーターを入れて検証して見るっていうのをまず大事。そこから実際になんかこうね、リスクリワードを入れてトレードみたいな感じで、ここちょっとどうかなって言って、今のね、一つですよ。これダブルトップが出たってインジが出た時に、じゃあ、ダブルトップだからショートのこのサポートラインからショート、ごめんなさい、フィボナッチ入れちゃった。こっちか。ちょっと待ってくださいね。ショートポジションか。このサポートライン 6.5 から、リスクリワードここから、これですね、6.7、7か。ここで損切り入れて、僕は今最近リスクリワード1対 1.5 ぐらいですので、これぐらい。で、どうでしょうか。ちょっとこれ波として大きいですけどね、リスクここで、リワード 5.8 ってかなり出ますけど、こういう風に見たりとかね、ここまでいくかわかんないですね。もっと本当だったら引きつけたかったですけどね、こういうところで。はい。で、練習したりとか、いうことになります。まずは、今日、このダブルトップの話で、また海外の、僕が参考にしている、方のお話をちょっと聞いてもらいたいと思います。10分ですけど、ある程度言ったら、また字幕が出てますので、そうですね、5.5 とかあたりかもしれないですね。はい。ちょっとこの、字幕が、出ていると思いますので、字幕見ながら、もし、解説で要約できるようだったら要約もしていきたいなと思います。このサイトがトレーダー DNA という方ですね。ダブルトップチャートパターンストラテジーという、題名になっています。すいませんね、最近英語が多くて。お願いします。As usual, we'll have plenty of practical examples. The idea is to fully understand this wonderful trading strategy and to make the most out of it. If you want more videos more often, please smash the like button, subscribe, and turn on the notifications bell so that you know exactly when new content is released. And don't forget to share this video across your WhatsApp, Facebook accounts, or Twitter to show your support. So we're going to go very in depth in this video.
見えるかな？ここからですね、きっと。これ、3月に出たやつですね。Pattern trading strategy, your complete guide to consistent profits. When used correctly, it can turn your trading results around. This is a very successful approach to basically trade any type of market. It can be used on your preferred time frame, no matter your trading style. In this trading guide, you'll learn how to trade the double top chart pattern step by step. That includes specific trading strategies and techniques you can use to profit in the financial markets. Moving forward, we will highlight 6 basic trading rules to conquer the markets with the double top chart pattern strategy. By the time you finish with this lesson, you will know exactly how to identify a double top as well as how to enter and exit the pattern to maximize profits. What is a double top reversal? The double top pattern is a bearish reversal trading pattern that emerges at the end of a bullish trend. はいはい。The double top reversal is composed of 2 consecutive 字幕もいいですけど、 peaks with 図を見て approximately the い same ただい highs. て The くだ first さいね。 peak is formed when the bullish trend finds resistance. The price retraces until it finds a support level that we call the neckline. In the second phase, the price moves back upward towards the resistance created early by the first peak. But it fails to break it and instead falls down to the neckline again. Jesse Livermore, one of the greatest traders to ever live, said that the big money is always made at these big turning points when the trend changes direction. We believe that the double top pattern strategy can help you achieve all your financial どうも goals. こんばんは、お疲れ様 The です。よろし psychology くお願 behind い the し double ます。 top pattern. 今ちょっとダブルトップの The 話を battle ね、 between the bulls and the bears is highlighted by the double top reversal pattern. After the price has moved in a bullish trend and it formed the first peak, it shows that the bulls are running out of steam. After the first pullback, the bulls try to push the price to new highs. They fail to break the previous peak as the bears are gaining control and begin to drive the price down. Note: the double top こ reversal の is only 平 valid 行が when ま the ず double 一つポイ top ントです breakout ね。平 happens. 行に、 By こ the こ。 double top breakout, we mean the neckline breakout. The bulls will only capitulate when the double top breakout occurs. This is clear evidence that the market tide is turning around. So, the double top reversal is confirmed once the neckline is broken. Now, let's see how you can effectively trade with the double top chart pattern strategy. Double top chart pattern strategy. Sell rules. Some people say that the most successful price action trading strategies are those that use naked charts. A naked chart is simply a chart that only shows the price. It's a very clean representation of the price. But your view is not clogged with lots of technical indicators. However, in this strategy, we use support resistance and double top bottom indicator to make our chart analysis routine more easily to do. So in this video, I've included a template with the system that you can simply upload to your chart, and it will automatically plot all these indicators perfectly on your charts, so there's nothing for you to こ worry の人が about. 使っ Get て the いるのは download ダ link ブ on ル the トッ description. プのこういう三角の形をしたインジケーターを使ってま When す。 trading reversals, the double top chart pattern これもありま analysis す is ね。 the most ありました、 recommended ありました。 answer to your messy charts. It's important to analyze the market within the context of the market. ちょっとこう止めますね。実は、このダブルトップの今見える三角になってるやつのチャートパターンを自動で出してくれるインジケーターもあるんですけど、この形のやつで、僕一回、三尊天井っていうか、トライアングルの、ヘッドショルダーか。と、の形のインジケーターもやったんですけど、このダブルトップのやつはまだ見やすいんですけど、ダブルボトムと。三尊天井のやつはね、欲しいなと思ったんですけど、ちょっとね、精度がね、悪くって、すごい三尊天井を見るときに見方が難しい。短期間で使いたかったのに、全然短期間で機能しないインジケーターだったので、あと、インジケーターで、トレーディングビューで、インジケーター出す、指標、なんて、ここ、なんて言ったらいいのこれ。評価あんまり良くなかったので、ここに前にインジケーター出しますけど、これ見えますかこ
このインジケーターストラテジーのコミュニティスクールっていうとこ行ってもらうと、このいいねっていうボタンがあるんですよ。何個いいねしたか。で、このトップの、この方が、いいねが79,000。これ、世界で一番多いってことですね。トレーニングビューの中の、ストラテジーとかインジケーターの中で一番多い人です。僕これは使ってないですけど、いろいろ上から試していったので、で、このダブルトップ、ダブルボトムとかも、あんまり実は使われてない。だから、もしかして自分でも、もうこれ使わなくてもいいなっていう方は、練習用で入れてね、こうね、外してもいいと思います。まず、最初にパッと見つけれる、しやすいために、このインジケーターを入れてみたらどうかなという話ですので、まずはね、そういう、で、この三尊天井のやつは、入れても、僕は先にやっちゃったんですけど、練習しても全然ダメでした。機能しないっていうか、なんか逆にこの中が見にくくなっちゃいました。はい。じゃあ続きいきますね。すみませんね。はい。Market phase and a chart pattern, also known as the double top reversal. Step number 1. Identify the phase of the market. The double top reversal needs an uptrend. Just because you can spot the double top reversal, it doesn't mean you have to jump in willy-nilly. Remember, we need the right context, and everything needs to line up for a good double top reversal. So, the first step is to identify the phase or market condition. At any given moment, a market can be trading either up or down, or it can go sideways. As we previously established, the double top reversal needs a prior uptrend. Since this is a reversal trading strategy, we first need a prior trend. 事 Otherwise, 前 we の end up 上 trading 昇 just が a 必要って ranging 言ってますね。 market. ダブルトップの。こ Step number 2. Double top chart れで pattern. すね、1番です The ね。 double top is a reversal chart pattern. It consists of 3 parts. First peak. The first price rejection. The market does a pullback. At this point, you can't tell for sure if it will be a reversal as trending markets do a pullback from time to time. うん。 Second peak. The second price rejection, or retest of previous high. The market got rejected at the same area, again. This is a first sign that the market could reverse lower. Neckline. An area of support. みんなね、多分このネックラインとかこのあたりよく注目していると思いま The す。 double top chart pattern signals a possible trend reversal as the market is unable to move higher. The second step of the double top chart pattern strategy is to find what we call the historical precedent or a chart pattern. We don't want to make a trading decision without price confirmation, and in our case, we use the double top reversal pattern. And now, let's move forward to the third criteria of our double top chart pattern strategy. Step number 3. Don't seek perfection. Because in trading you need to get rid of your idealistic mindset, as the double top reversal will not look perfect all the time, so be flexible. This is the reason why we need to allow a maximum of 200 pips variation between the two tops. The probability of two tops happening at the same exact price level is almost impossible. You'll often find that the two tops have slight variations, but they happen near the same price zone. What is more important is the closing price, which can align perfectly if the location of the double top pattern is good. And now, how to determine an entry technique for our double top chart pattern strategy. Step number 4. Sell when double top breakout candle closes below the neckline. After we identify the phase of the market and the characteristics of a good double top reversal, we need to wait for confirmation that momentum is shifting. The double top breakout candle is our signal that the momentum has shifted, and it's what it confirms and validates the double top pattern. You'll see the double top breakout happen over and over again, but it's important to analyze them within the context of the market trend. The next logical thing we need to establish for the double top chart pattern strategy is where to take profits. Step number 5. Profit target. Take profit equals 2 or 3 times the distance in price as measured from the highest peak to the neckline. The minimum profit target for the double top pattern is approximately equal to 2 or 3 times the distance in price as measured from the double top to the neckline. The double top pattern can produce a major reversal, so we advise you to be very flexible with your profit target. ストップ。ここ難しいこと言ってますけど、結局、この今の解説だと、ダブルトップのこの幅ありますよね。
この幅のダブルトップだからダウンのシグナルということで、見てください。この幅の1、2、3倍取ってます。これはね、いくらなんでも、すごすぎです、これ。こんなのないです。僕はぜひ、いろいろ皆さんトレードのね、リスクリワードしてると思いますけど、まずはですね、リスクが1、リワードが 1.5 ぐらいから、ちょっと、さっき僕天然ガスでやりましたけど、これくらいでちょっと試してみてほしいです。このリスクリワード1対3なんて、今度勝率が、めちゃくちゃ落ちます。やっぱもう戻されてきちゃったり、トレンドが変わっちゃうかもしれないので、1対3はほとんどトレーダーの人やらないと思いますけどね。1対2。しかもこれ時間足がちょっといくつかわからないですけど、多分、これ、チャートを見ていると、このチャートは、ドル円とかそういうレベルですね。ユーロドルとかそういうやつですね。なので、どの時間足かって。でも、ダブルトップとかダブルボトム、時間足関係ないですけどね、チャートパターンとしては。で、割と、あと、ここでは言わないですけど、こう。チャートパターンを見るときに、これ、例えば、こうやって広げるとですね、こうやって広げると見やすいですけど、この一つずつのローソク足が大きすぎちゃって、ダブルトップとかが分かりにくいんですよ。なんて言ったらいいのかな。で、今、細かくすると、ローソク足を細かくすると一つの線のような形に見えますよね。わかりますか？こうやって短くすると。はい。こういう短くすることによって、一つの線として高値安値を切って、見ることができますので、で、今このビデオの方を見ていただくでわかると思うんですけど、線が細かいじゃないですか。一個ずつのローソク足が。だから、そういう形を見るときに、ぜひね、その一個その横軸を使って、広げたりするときは、トレードするときには広げて一本ずつのローソク足を見るのは大事。だけど、形を見るときにはこの横幅を狭めて、一つのローソク足を形として見てダブルトップかとか見た方がいいです。だって、そうですよね。わかんないですね。これで広げちゃったら何がダブルトップかとか、こんなわからないじゃないですか。ね。今回のこのインジケーターについては一つ勉強になるので、なんでこれダブルトップなんだろうってこうやって短くすると、こことここ高値とここが平行になってるからこれが M シェイプに、M になってるんだなとか。M っていうかこれ見てください。今天然ガス、M ってなってますけど、ここ、すごい落としてますけど、これ極端すぎですね。はい。こんな勢いよく落とすの、普通は、ここにもっと抵抗ラインがちゃんとあれば、ダブルトップができて、ここで一回、本当はですね、落として、戻して落とすとか、こういうのがあるんですよ。今回はもうないので、天然ガスのこのダブルトップのところ、これ見てください。ずーっと天然ガスってなかったですよね。なんでもうストーンと落ちてしまいました。はい。で、そういう時にこの横軸を細かくしてこういう形で見るのもありです。こうやってね。で、トレードをするときに、いや、これどこなんだいって言って、こうやって広げて、ここでリスクリワード入れてみようかなっていう風にやられるといいんじゃないかなと僕は思います。実際そうやってみんなやってるんじゃないかなと思います。はい。じゃあちょっと続き、もうちょっとで終わりますんでね。はい。Not to miss any big profit opportunity. The next important thing we need to establish is where to place your protective stop loss. これStep リス number クリワード 6. 1対3でやってみ Protective ます stop loss. Place the protective これは stop 言い loss 過ぎだわ。 slightly above マ the ジ resistance created by the double top reversal. The double top chart pattern strategy gives you a simple way to quantify risk because you can place your protective stop loss slightly above the double top も pattern. し、
double top pattern really gives you MT4 と the か opportunity MT5 to でや also ってらっ trade with し a ゃる tight 方 stop loss, も、 which is great as 同 we じよ always う want to に、 keep losses at a minimum. Note The で above 見 was る an といいと example 思い of ま a す。こ sell のスト trade. ラテジーも。 Use the same 勉 rules, 強のた but め in ですね。 reverse for a 検 buy 証して trade. ほしいです。Here are other examples of the Jesse Livermore double top and bottom chart pattern trading to fully understand this wonderful strategy and to make the most out of it. これストラテジー入れたやつやってますね。こういう三角になってるよって言って。ここですよってこれはやだ。1対3まで取れねえって。ストップロスここだよと。はい。見えましたかね？だいたいこのダブルトップのこう見方っていうか。今度ダブルボトムやるのかな？あ、やらなかった。ダブルトップやるか？あ、ダブルボトムやりましたね、これ。逆ですね。なかなか見つけるの大変ですよ。揃えてるかどうかね。1対3はでかいって。いや、マジでこれで3取ったらすごいっすよ。はい。ちょっと誇張してると思うんだけどな。ほんとこれどこのチャートパターンなんだ。逆にあれですね。ロスカットしてるとこがちょっと今んとここれ出てないから怪しすぎですね。絶対あると思いますよ。聖杯じゃないんだから。パターンはこんな感じって図で見ると分かりやすいですよね。Jesse Livermore, one of the greatest traders to ever live, said that the big money is always made at these big turning points when the trend changes direction. We believe that the double top and double bottom pattern strategy can help you achieve all your 昔よ financial り goals. 今の Google As 翻訳っ always, ていうか if you YouTube learn 翻訳っていうの something か new, な。 or if you だ want い more ぶ videos more often, make sure 精 you 度が上が subscribe. っ Click て the ますね。 notification bell 僕 and 自分ので share ちょっ this と video やった across ら your WhatsApp, 上 Facebook がってました accounts, ね。 or 英語 Twitter to も show your support. See you next time. ライブでもうくちゃくちゃな翻訳が出るのかなと思ったんですけど。はい、ありがとうございます。ということで、皆さんでまたぜひね、このダブルトップ、ダブルボトムについてのストラテジーっていうのを一回入れてもらって、ね、もう一回ちょっと入れ方言いますよ。こちらのインジケーターっていうところに、一番最初に、僕的にはね、ダブルと入れてもらって、ダブルっていうと、やっぱりダブルトップ、僕はお気に入りにも、ダブルトップ、ダブルボトムパターンっていうのが入ってますので、星印が出てますけども、その中でもいろいろあります。ダブル、これ例えばダブルジグザグとか、ダブルスーパートレンドとか書いてありますけど、多分これ、ダブルだけだと、違うものが出てくるので、こちらのダブルトップ、これね、ちょっと見ますね。僕のと違うんですけど、ダブルトップ、ダブルボトムパターンのやつですね。よし、あ、違うの出ちゃった。ごめんなさい。違う、これ RSA が出ちゃった。すぐ飛んじゃった。ダブルトップ、ダブルボトムのこのパターン、OS って書いてある。この一番左を押していただいて、詳細を確認ってとこを押していただいて、はい。
このパターンはこういう書き方をしますけど、ここに無料でやってるから。全然関係ないけど、イギリスも今日、ドイツとイギリスもなかなかの、あれですね、値動きしてますね。上がったり下がったりすごいですね、今日。激しいですね。ちらっと24時間の方を見てますけど。はい。これ、ダブルトップとかダブルボトムの、違うインジケーターですけど、これもちゃんと赤い文字でダブルトップとか言って三角形みたいなのを書いて、ここにハイとローとか、ここ上昇トレンドがあって、いいですよ。上昇トレンドがあって、三角形でここが平行になっていて、ダブルトップが完成されて下がってるよっていう、この条件ですね。上昇トレンドがあって三角形ができていて、抵抗ライン、ネックラインもできていて、M の形をしていて、という条件ね。これね。で、ここのハイ、ローとか、これも書いてありますけど、これ、消せることできるの。これも僕書いてありますけど、ハイとかローとか。これ消しますので、このインジケーターも消すことができます。はい。で、こうやって入れていただいて、お気に入りのところ入れていただいて、これボタンを押すと、入ることができます。インジケーター、ダブルボトム、ダブルトップ。あれお気に入り、これね。今ちょっと消した状態ですけども、これを、このお気に入りボタンを押すだけでできます。で、まずわからない方は、デフォルトのまま、このいじったりできますけど、このパラメータというところがありますので、このパラメータをいじりながら、こういう風に長期でダブルボトム、要は短期で考えるかっていうのがあるじゃないですか。で、まずわからないとき、検証するときには、ぜひね、デフォルトのまんま、いろんな銘柄を見てもらって、例えばじゃあまず、ナスダックいきますよ。ナスダックのこれ1時間足になります。ナスダックの1時間足、24時間で出してますけども、意外にないですよ、これ。バーっと見て。ないですよね、デフォルトで。出てきました。ダブルボトム。これがいつかっていうと、ナスダックで4月28日の16時ですよ。全然ないですよね。はい。このパターン結構デフォルトでやると、なかなか出現しません。はい。なので僕5分足で出してますけどね。短期足で出してます。で、ここで出ていて、ダブルボトムが出てるなーっていう風になって、ここでなって、で、例えばこれがロングで、ボトムですのでね、正しいかなっていうのをやってもらうと、ロングポジションで、今これダブルボトム出してますけど、インジケーターってここの、見えますかね？色が変わるんですよ。はい。今ちょっと、他の色、なんか変な、ローソク足変な色してますけど。ここにリスクリワードを入れてみて、マグネットやってるからちょっと、ちゃんと出ないな。ちょっとずらして。損切りがここ。利確が 1.5 だと、やっぱこれ 1.5 でダメだな。これ戻されますね。一体、これリスクリワード、こうだとダメですね。あります。損切りが多分ここに置くはずなんですよ。今ここあったら。だからもしかしたらダブルボトムのネックラインを、ここで見るんじゃなくて、ネックライン書きますか。ここ。見えますかね。ここをネックラインと置いたときに、ここでトレードするよっていうことができれば、損切りがここを引きつけて、これリスクリワード、僕は1対 1.5 だとこうですね。こうなります。わかりますか？リスクが1、
リワードが 1.5 というトレードが成立するよっていうことが言えるかも。ちょっと損切りのとこまで行きますけど、戻してますよね。はい。わかりますかね。まあ、本当はここ待って、一回待って、ここで戻ってきたとこで、順張りでロング仕掛けれればいいですけど、うまくいかない方はこのレッグラインのあたりでちょっと待って、少し落とすかもしれないけど、ボトムで来た時に買う。一番上手な人はここで、買いますけどね、戻ってきたところ、ネックラインからこう反発してきたところで順張りで買いますけど、まあそこまでうまくいかないかもしれません。はい。例えばこんな感じ。SP500 ちょっと見てみますね。これ本当はこうやってどんどん検証するといいと思います。SP500 の1時間足です。ーっと見てきて、ダブルボトムがトップとかあるかな？なかなか出ないですよね。条件が上昇トレンドと下降トレンドがいるからですね。出ました。はい。まずこれがですね、4月なんと11日。2ヶ月前ですよ、ここ。これパラメータ変える必要あると思いますけど。だけど、逆に言うとこれだけ信憑性があってもいいかもしれないですね、確率。これ、ダブルトップのネックラインが、点が来てるので、これ、皆さんもちょっとこう、トレードじゃなくてこうやってやってみてくださいね。面白いとは思うんですけどね、僕は。で、ここがネックラインだと。トップだからネックラインからじゃあショートを仕掛けましょうと。ショートポジションで入れますと。で、多分、損切りが、ここですね。この平行のここですね。で、利確が、僕は 1.5 なので、ここですね。これがリスクリワード、ネックラインから1対 1.5 のショートになります。で、さっき言っていた、外国の方が言っていたのが、これ ?1 対3ですね、リスクで。これはね、取れないと思うんですけど、僕は。他のことで、スーパートレンドとか他の要素で利益を伸ばすっていうことはできるかもしれません。スーパートレンドっていうか、このまだ下落トレンド中だっていうことを自分が見ていけば、最初に1対 1.5 とやらずに、値動きを見てって、まだ下落トレンドだなって言ってて、ここの、なんかもう、今、そこで戻してるところ。どうだ？ごめんなさいね、これ。あれがない。出てこない。ブラシか、これか。止まったなとか、あと、ピンバーとか、出てるとき、このバーがピンバーとか、ここでもう収縮してるっていうか、この、トレンドが終わりそうだなっていう、この細かなローソク足が出てるときで、もういいかなっていう風に見てもいいかもしれません。はい。ここは最後の利確のところは、この細かくなってきたところを見てもいいし、あとはその移動平均線のとこを使う方は見てもいいかもしれませんしね。いろいろ見方はあると思う。あと RSI とか見て売られすぎとか買われすぎで見てもいいと思います。でも僕ここまでまだ難しいと思うので、僕は最初に1対 1.5 でやって、検証してもいいかもしれないなと、思います。これぐらいか。はい。僕はこう思います。最後あと1個やりますね。S&P。ここ出てますね。ダブルトップが。じゃこれちょっと検証します。ダブルトップが出ていて、ネックラインがダブルトップのネックラインがどこかっていうと、ここになります。はい。ここになります。で、これいつのだ3月31日ですね。トップから。で、
ショートポジションで、損切りが、ここ。多分このあたり。このローソク足のちょっと上ぐらいですね。で、利確が、僕の場合また 1.5。ここになります。見ていただくと、こういう感じになりますね。入るところはこのあたりですね。はい。こういう感じですね。これは綺麗に決まっていると思います。まあ、マク、1対 1.5 ですけど、最大取れるのは、確かに、さっきの人は、外国の方言っても1対3だとここなので、そりゃすごいですよ、これ。1対3取ったら。ここ、取れるのこれ。でもすごいですね。あの方も、ちょうど1対3になってますね。こんなトレードできたらもう、ウハウハですよ。はい。資金のレバレッジ、にもよりますけど、3倍取れますもんね。はい。ということで、こんなうまいトレードはないかもしれないですけど、まずは、このダブルトップ、ダブルボトムのインジケーターをデフォルトで入れてもらって、トレーディングビューで、どんどんこう、検証してって、これだってほれ、ダメじゃないですか、これ。これダブルトップになってますよね。これ上昇トレンドでここでダブルになってるけど、上がってますよね、これ。こういう時は、いいです。これを検証するときには、ダブルトップだからショートポジションで、ネックラインを当たり前のようにやりますよ。ここがネックライン、これ、ネックラインこうじゃねえ。ここだ。ここですね。そうすると、ショートですので、これダブルトップが出た、ショートだ、ネックラインがここだ、ショートポジションでロスカットと入れますよ、ちゃんと。ここがロスカットライン。で、リスクリワードが1対 1.5。で、ここで入ったら、吹っ飛んでますね。ロスカットですね、これ。わかります？ダブルトップだけでも、こういう風に、ここでショート入れたら、ロスカットだなっていうのわかりますよね。はい。こういう風に、検証するのは、なるほどなーって、わかると思います。で、もし、少しいじってみようかなと思えば、このパラメーターの上の6とか4とかありますね。ここを、期間を表したりしてるので、ここをちょこちょこ、5とか4とかにするとですね、そのパラメーターが変わることによって、ダブルトップの、このローソク足の期間、何個、なんていうの、このローソク足のこれ本数なんですけどね。で、ダブルトップ形成したかっていうのをパラメーターでこれ動かすんですよ。はい。で、短きゃ短いほど出やすいんですけど、このダブルトップ、ダブルボトムが。だけど、それ出ちゃっても、今度は騙しっていうんですか？ダブルトップのように見えない場合もありますので、注意してもらいたいですね。で、この、インジケーターの場合、この、移動平均線も出てますけど、これあんまり気にしなくていいと思います。なんかこの人、わかんないですけど、移動平均線を HMA っていうのを使ってますので、ここ、EMA とか SMA に変えても全然いいですね。僕一応このパラメータ20と50にしてますけど、ということですね。こんな感じですね。今消えちゃいましたね。ダブルトップ、ダブルボトムが。これで。パラメータ変えただけで。ちなみに今ちょっとパラメータをいじって平均線を変えたら、ダブルトップ、ダブルボトムが急になくなっちゃいました。ここはまだ効いてますね。これなくなっちゃいましたね。すごい貴重な状態になっちゃいました。全然出てこなくなっちゃった、今度。ここ出てきました。ダブルボトムが。いつだ、これ。ちょっとごめんなさいね。いつだ ?11。
S&P500 のダブルボトムが11月24日ってこのパラメータダメすぎですね。確かに上昇してますけど、これだけだとダメですね。なので、まずデフォルトでやっていただいて、そのままの設定でやってもらって検証した方がいいと思います。まだいじくる前にね。あんまりにも出なさすぎて検証にならないですよね、これじゃあ。はい。という、これ出てますね。これすごいですね、このボトムは。しっかりダブルボトムしてから、ネックライン超えてしっかり上昇、すごい取れてますね、ここは。2021年の10月14日。もう、あれですね、アメリカの市場がピークを迎える前の状態。ここ。11月まで。でもこれ、ここのダブルボトムアウトですね。ここ。だから本当あれですよ。検証しないと、これだけ見て、ダブルボトムだとか、でも、見て、これちょっと気がつきません？ここはダブルボトムって書いてあるけど、すごい高い位置にありますよね。これ気をつけた方がいいですよね。ボトムって言うんだから、下がってきたところで、ボトムにならなきゃいけないのに。これもしかしたらこのインジケーターじゃなくて、今日のビデオを出してるインジケーターの方が正確なのかな？ちょっとこれ、なんか、ほんと上昇トレンド、でもなってるの。ちょっと怪しいですね。この下降トレンドになってないのに、下降トレンドになって W を、これただ W 出してるだけでダブルボトムだったらこれ、ダメですね、これじゃあ。この W の形してるだけで。ちょっと僕もインジケーターまた見直してみたいと思いますね。はい。ちょっといろいろ見てみます。で、もし変えたら、24時間の5分足の方にダブルボトムのインジケーターまた変えましたっていうのをちょっとお知らせしたいと思います。はい。ということで今日はまたダブルトップ、ダブルボトムのインジケーターの話、これからまた自分が今採用しているインジケーターの紹介とともに使い方、見方、ぜひね、実際に皆さんも使ったりとかいじってもらって、で、この今回のダブルボトム、トップはいろいろ出そうなんですけど、ルールを知っていただきつつ、またぜひね、検証してもらって、こういう検証だったら、なんか何にも書いてないローソク足を、これダブルボトムかな、ダブルトップかなって見るよりは、まだ最初、この方が優しいと思います。とっつきやすいはずです。インジケーター入れた方が。僕は、この方が勉強しやすいっていうか、なんか、参考書みたいな感じで、一応ね、違ってくることもあるなっていうのがありますのでね。はい。ぜひね、試してみてください。僕も研究して、これもうあんまりにもひどかったら違うダブルトップ、ダブルボトムをまたインジケーターを入れて、ちょっと見て採用していきたいなと思っております。はい。じゃあ、土曜日なんですけども、また、なんか、採用してる、そうですね。もしかしたら、移動平均線とか、そのあたりの採用の仕方とかも考えてもいいかなと思いますけど、移動平均線はね、マジで、いろんな人がいろんなこと言ってるので、何が正しいかっていう、正直言うと、どれも正しいんですよ。と思います。ただ僕的にはそのアメリカのいろんなたくさんの人が使ってるだろうなっていうのを紹介した方が、たくさんの人が使ってるものっていうのを大事にしたいなと思います。やっぱり何人の人がこれいいよっていうよりも、たくさんの人がもしか使ってる方が確率的に高いと思ってるから。なのでできるだけ再生回数の多かったり、わかりやすいビデオだったり、それをなんか紹介できればなと思っております。はい。はい。今日もね、長い間いろいろ聞いてくださってありがとうございます。また、よかったらね、このダブルトップ、ダブルボトムについては、ちょっと、巻き戻して、また見ていただくと、結構ね、使い方もわかるんじゃないかなと思うので、ぜひ使ってみてください。これ、あれですよ。1個だけでトレードしちゃダメですよ。ダメですよ、これ。今見た外しますんでね。はい。みんな、トレード間違えちゃいけないんですけど、形で三尊天井が出たって言って、トレードするだけじゃダメですからね。証拠の一つですから。はい。確かに、短い時間足で、このダブルトップが出たっていうのは、
証拠の一つとしても大きいかもしれないですけど、その時に、例えば他の指標で RSI が、これでね、例えば、RSI とか、ストキャスティクスがすごい下の方にあったら、買われちゃうかもしれないから違うかなとか、他のいろんなものを見て慣れないといけない。今日はこのことを話しましたけど、トレードの時にはいくつかの証拠を総合して、これだったら確率が高いんじゃないかなっていうふうにトレードされることをお勧めしますので、間違いないようにしてください。検証は1個ずつがいいんですけど、トレードは総合的にいくつかパズルを合わせて確率を高めるということになりますので、お願いいたします。はい。じゃあ、土曜日ですね。そう、土曜日ですけど、まだ先ですけど、もしかするとですね、7月から土曜日が30分遅れるかもしれません。実はなんか新しくね、家庭教師の話がちょっとあって、それがね、10時まで家庭教師やるもんで、だいぶ支度して、10時半に帰ってきてドタバタバーってなるので、もしかすると土曜日だけが、11時半になるかもしれませんけど、また、お伝えします。次の、あさっては、11時からね、23時からやる予定でありますけども、よろしくお願いいたします。はい。今日も長い間お聞きくださってありがとうございました。また、よろしくお願いいたします。どうもお疲れ様でした。失礼いたします。